村田でございます。夏場は冬瓜美味しいですよね。青々とした冷たい冬瓜に、あんでもかかってるとさぞ美味しいやろうと。この頃、冬瓜はどうして料理しているのかわからんというような、方々が増えてますけども、大きいですけども、もうこの頃は、半分とか渋市とかで売ってますでしょ。夏場は体の熱を取って、体を冷ます作業があるんで、ぜひこの涼しくなるように冬瓜を召し上がっていただきたいなと。で、代表的な冬瓜の料理としまして、今日はご紹介させてもらいます。これが半分ですね。この皮を剥くわけです。青いところを残しながら剥くというのが、分厚く剥くと青いところなくなりますんで、家庭でもう青いところええわっていうんやったら、この皮むきですっと剥いてもらったらいいんですけども、僕らの場合はもうこういう包丁の峰とかで、これちょっと時間かかりますけども、包丁もやりやすい包丁でやってもらったらいいんですけど、こうやって徐々に皮を剥いていく、こそげ取っていくという感じですね。全部やるとこうなります。ここまでやるのがなかなか大変ですけども、そしてこれを今日はちょっと大きめに、皮の方は硬いですから、包丁を入れときます。こうやることによってお出汁も入りやすいですし、箸でも割りやすいです。このまま茹で湯がくっていうのもあるんですけども、一番方法は、レンジアップするというですね。だしですね、一番だしに薄口醤油、みりんですね。割合は15:1:1です。みりんを減らして塩でもっと薄い色のだしにしてもいいんですけども、家庭でやるにはこれが一番分かりやすいしやりやすいでしょう。電子レンジはみんなこの頃、どこのうちでもありますけども、なんか物を温める時だけに使うっていうのはもったいないですよね。これレンジアップして竹串がスッと通る程度。大体今でレンジアップ何分ぐらいされてるんですか？それも量によっても変わりますから、これを湯がいて色を飛ばさんとこれ湯がくっていうのは大変難しいんですけども、レンジしますと出ていくもんもないですし、栄養分もそのまま残りますからいいですよね。湯がくとやっぱりちょっと色は飛んでしまうんですか？もう湯がくと長いこと湯がくと柔らかくなったなと思う頃には色が茶色くなってると。料理屋さんではそれを昔から色を飛ばさずに、昔塩をねすり込んでて、それから今の塩ではダメなんです。葉緑素を定着させるためには昔の塩、にがり分が必要なんです。塩化マグネシウムが葉緑素を定着させる作用があるということですから、これで炊くわけですけども、あんまり長いこと炊いたらまた色飛びます。もう10分程度炊いて煮含める。で煮て含めるとこういうふうになります。それから一旦冷まさんことには味が入りません。冷たく冷蔵庫で冷やしておきます。この冷凍のエビ、こうやって皮を剥いて、でここにこう包丁入れますと、背中のごく、薄いところにこういうふうに綿があります。背綿。これは砂が入ってたりしますんで、これは取り除きます。別にこれは包丁でチュッチュッとこうやれば取れるんで、こうやった後で、このエビは冷エビは臭いんで塩でもみ洗いします。これ塩でもみ洗いもしてますから、これは今剥いたとこですから、どけまして、今日はそぼろですから細かく切って、で後で包丁で叩きます。これも冷凍エビは臭いので塩で揉むっておっしゃってたんですけど、はい、フレッシュな状態だったらそれはする必要はないんですか？ないです。別に揉みたかったら揉んでもいいんですよ。フレッシュこれするのもったいないですよね。フレッシュやったら生で食べるでしょ。あ、そうですね。で、これを細かく刻んでからこう出刃なんかでこうやってトントン叩くと、エビのミンチみたいになるわけですね。これをエビを、臭みをまた抜くために酒入りにします。これに酒入りですから酒ですね。酒、みりん、薄口。火にかける前にこの汁が全部吸い込んでしまいますから、よくかき混ぜてから、しないと団子みたいになりますからね。よくかき混ぜてから火にかけます。
あんまり強い火でやると焦げつきますんでね。これは油使いませんから炒めるみたいなもんですね。これを酒入りって言います。酒入りっていうのは臭みを取るためにされるものなんですか？そうですね。それと下味がつきますよね、もちろん。で一旦火が通ると色が変わって中に含んだ出汁がまた外に出てきます。これでそぼろになって下味がついた鶏ができました。それからエビご飯作る時とかでも最初にこれをやっとくと全然嫌な香りがしないですよね。であんを作ります。でここに先ほどのエビを入れまして、これでくずを引きます。この時に冬瓜を、炊いてますから、それによって煮詰まり加減とか、ちょっとお味を見ていただいて、はい。でこれにくずを引いていきます。片栗でもいいんですよ。これ非常にダマになりやすいんで、一旦外すとやりやすいですよね。で必ずもう一回火にかけて、この粉臭みが残りますから、これを取るということですね。で一回、沸騰させないと粉臭いです。はい、よく煮やしたらこれで冷ましておきます。あんかけを作るときに温かいあんにするときも冷たいあんで食べるときも基本的にお出汁の割合っていうのは変えなくてもいいんですか？冷えた場合はちょっと濃いめにしといた方がいいわね。冷たく冷やした冬瓜を普通の生姜のあんでもいいんですけども、エビそぼろ、鶏そぼろ、肉そぼろ、その方がおかずになりやすいですよね。おろした青い柚子ですね。もう香りが夏の香りですね。でここに、青柚子の皮だけを刻んだものをのせまして、はい、これで出来上がりです。蓋がついたらこういう感じですね。あんは冷たくするとちょっと硬くなるとかそういうのはあるんですか？くずの場合はそうならないけども、はい、片栗粉の場合は、ちょっと硬いめにしとかないと柔らかくなるんですよね。くずとじのうどんみたいなの食べてたら片栗でやってると、最後の方はもう普通のシャバシャバになるでしょ。はい